にちは。ムーブルチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。司会のアデイトです。そしていつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁、チョドイン大学総裁です。よろしくお願いします。We're going to talk about international news, and so far, first topic is Greece. The Prime Minister of Greece went to talk to Miss Merkel of Germany in Berlin. 先週サルマスギリシャの首相がドイツへ行って、いわゆるギリシャ救済のドイツにおける議会でのですね賛成を取り付けてほしいというお願いをしたわけです。でこれはドイツの国民は俺たちは一生懸命働いて、はい、そして納めた税金が、いわゆる汚職政治のいわゆるダーティーワーク、それと国民が怠ける働かない、はい、その観光収入でこのツーリストが来てお金使うから成り立つような国なんか働かないんだあまり、だからホテルとかそのバスとかタクシーとか、そういうそのアクアポリスを見せてお金取るわけだし、ね、2000年前のいわゆる遺産を見に来た人からお金を取って国が、そうですね、はい、国民が努力してないんじゃないかと、ドイツ人は働いてるんだと、ドイツ人が一生懸命働いた金をなんで遊んでるギリシャの人たちを助けなきゃならないの、常に今のメルケルに対してオポジションパーティーはそれを常に攻撃してるわけで、これをね、それでメルケルもしかし EU から一つのデフォルト国家を出せば、ドミノ現象ではいイタリアだスペインだポルトガルだアイルランドだフランスだと、27カ国のうち15カ国は悪いわけだから、はい、ここへバタバタっとこう潰れていくと、これを EU としては解決しなきゃいけない、はい、でドイツの国民もメルケルになぜ我々の税金が遊んでる国の救済に回るんだと、って文句言ってるわけでしょ。もっとひどいのはイングランドは、はい、今一番もうキャメロンはもう両方から板挟みになってる、ね、はい、EU からはキャメロン英国は、ね、なんとか EU に協力してくれと。ところが英国のイングランドの人々は EU からもう早くやめろと思う、EU からもう脱退、はい、やめたいと、やめてくれんかという意見と50-50なんで今、だからこれを国民投票にかけるという今方向になってる。だからもうキャメロンはもう非常にその真ん中に立って、EU にとどまるか EU から出るかと、こういうもういわゆる50-50の今選択ですよ。だからここで英国民も我々のいわゆる出してるお金が EU に出してるお金がギリシャに回る、スペインに回る、ね、こういうイタリアに回る、こういうこいつらの失敗した銀行の救済資金を出さなきゃいけない。これもバンクアライアンスができてるから、ね、トータルバンクアライアンスができてるから、これは英国の金が銀行を通じてスペインの銀行の救済、イタリアの銀行の救済、ギリシャの銀行の救済、これまた回るわけですから、これは EU 全体が今それに英国と同じように金を出してる強い国は国民が反対してるわけです。英国はもうキャメロンが追い詰められてるわけです。
そういう事態ですから、ギリシャのサラマスは必死にメルケル首相に頼み込んでると今ね、はい、しかしメルケルは EU を代表する立場として EU のビッグスポンサーですから、これは EU を崩壊潰すわけにいかないから出さざるを得ないという決心をしています。もう決まってます。これは出すという。So the Prime Minister of Greece went to talk to Prime Minister of Germany. So Mr. Salamas met Angela Merkel in Berlin to ask for funds and help for the Greek financial problem. But the people of Germany do not agree anymore to give money, to give their tax money to Greece, because the people of Germany are working really hard. Meanwhile, in Greece, the politicians are practicing so-called dirty politics and are wasting country's money. So the people in Germany don't want their hard-working money to go to Greece, where the politicians are wasting the money and just playing. And so Angela Merkel is from both sides. On one hand, she has to keep Europe united and in good condition. On the other hand, the people of Germany are against it. Same thing happened in England with Cameron. Cameron also is on the verge to have the people choose if they want to get out of European Union or still stay. And he also wants to restrict the budget and to avoid such waste caused by countries like Greece or Italy, Spain. And so the situation is very difficult for both for England and for Germany. And Germany is a big sponsor of EU. So it is already decided that they are going to help Greece. But the people are not happy. The people of those countries are not happy with the decisions of the politicians. Next stop is in Tasmania by Australia. They had huge wildfires. これはもう2週間燃えっぱなしなんだけどね。もうほぼ鎮火されつつあるんだけど、はい、この原因が今回の山火事は気温が46度、はい、で46度言ったら猛暑、猛烈に暑いということ。すごいね。それで自然発火したというわけだから46度のいわゆる気温になると、火事がもう熱くなる、はいはい、もう火をつけなくても勝手に燃えるという。すごいですね。自然発火で山がバーッと45度がもう一気に燃えちゃう、はい、熱い温泉の水の温度ぐらいで、いや熱い温泉の温度で41度とか2度で入れるわけだけども、熱いのはもちろんもっと熱いのあるだろうけども、とにかく人間のがんがその気温で治るわけです。ああ、やっぱりですね、岩盤局とか。だから今タスマニアのがんの人は、はい、そこで10日間熱い言うたらがんが治ってがんが死ぬわけ、温度で。すごい。はい、ね、はいはい、だからそこでバーンって山が燃えるぐらいの暑さだから、その燃える山の際におったらがんが治ると、そういう異常気象、異常気象っていうのはアンユージュアルなウェザーですけど、これが各地で起こってる、はい、各地では雪がマイナス70までいくと。そうですね。こっちでは暑すぎて燃えるという、はい、これはやっぱりエンバイアメントのやっぱり変化でしょう、はい、だから地球規模でこれらの問題を政治的に解決しないと
70億の人類がどのようにこの地球の気候とうまく共存するという気候の理想的な気候の中で人類がこれ70億までなったわけです。そうですね。この気候変動で70億の人類のポピュレーションが半分になるとかね、40億になるとか30億になるとか場合によっては20億になるとか、いうぐらいの自然の淘汰、自然にナチュラルに減っていく、これバイウェザーで、異常のスペシャルウェザーでこの調整されるということもあり得る。で片や北極があったかくて、氷がどんどん溶けてる。そうですね。船も通る、船も通る。それによって海面の温度が上がることは水が膨張するから、全部水位が上がるわけですね。ヒュミディティ。だから水位がヒュミディティじゃない、ウォーターが。だからキリバスとかツバルとか、サウスパシフィックの島がいっぱいあるから、あの辺の島がもうスバルとかみんななくなっちゃう。キリバスとか島がみんな水の下になっちゃう。こういう危険もあり得ると思うんですよ。だからハワイの家も海岸線のやつは庭までこう海がこう来て砂浜になっちゃう。庭の芝生が今度は砂浜になっている。これが現実にあるわけですよ。ビーチサイドの家は。だから相当これはね、人類がいわゆるサイエンスでカルチャーを高めた、サイエンスカルチャーの結果、いわゆる大きなエンバイアメントの変化によって、今度はそれに苦しめられると。戦争で人が減るか、伝染病、疫病で人が減るか、昔はペストとかコレラとかありましたね。どんどん人口が減る、その病気があったわけだ。今は環境で減るということ、ウェザーで減るというか、そういう作られたバイラスとかね。だからそういうね、タスマニアの山火事を見てね、その基本じゃがんが死ぬわけです。がんが治るんだけど、いろんなそのプラスマイナスが出てくるだろうと。しかし山が燃えちゃうと人類がやっぱり住めなくなりますから、酸素の問題、 CO2 の問題、山がなくなる、緑がなくなると CO2 がどんどん増えるわけだから、ますます地球上の空気が CO2 に変わっていくだろうと。So in Australia, right now in Japan we have winter and Tokyo really hard snowstorm, but in Tasmania it's summertime. So it's already hot because it's summer, and the temperatures went this year above 45 degrees, and it is a very high temperature for nature, for forests. The fires would start just like that, so it's no need for somebody walk around with a cigarette and throw the cigarette and start wildfires. It will automatically happen because the temperature is very high. And while such high temperatures are in the south, the North Pole is melting. We've already spoken that ships are already able to pass through the ice that used to cover the North Pole. So it is very clear that there is a huge climate change on the entire globe. For example, in Hawaii, the houses that used to have gardens and were built close to the shore now have the beach coming into their garden, so the garden becomes sand. And all over there are such huge changes, and for people, normally such changes are going to reduce the population. In Tasmania,
with this very hot weather, there are reports that cancer is stepping down, that such hotness is destroying cancer. So for people who have cancer, it's something good. But usually people on Earth would die and the population will be reduced because of weather. Long ago, there were those diseases, that epidemic diseases like cholera and the pest, who used to kill thousands and thousands of people in just a few days. But nowadays, we could have such a population reduction by weather. And if the politicians of the world are not taking care and putting some limits, the CO2 production will more and more increase this global warming. Next, in United States, the Minister of Finance has been elected after guiding. 財務長官にジャック・ルーというホワイトハウスのオバマ大統領首席補佐官が指名されて決定したと。はい。この人はまあずっとクリントンの時にも財務省の局長やったわけで、財務局長。はい。だからもう30年ぐらいそういうことをやってきたプロフェッショナルなんです。はい、だからまあ、かなり優秀な財務長官になるだろうと言われているから、アメリカのいわゆる財政今赤字についてかなり厳しいその、予算を組んで、アメリカはやっぱり一番よくお金使うのはやっぱりミリタリーのお金ですから、アフガニスタンから引き上げる、このいわゆるこのパシフィックの軍事プレゼンスをちょっと変える。その場合によってはまた日本に米軍基地のお金の負担を日本政府に払わす、まあ、いろんな形でですね、アメリカの財政を悪いものからいい方向へ変えるための厳しい指導をするだろうと、ジャック・ルーは、ね、ニュー財務長官は、ファイナンスミニスターは、まあ、そういうことでアメリカの逆に経済がいい方向へ行くと、逆に日本の経済が悪い方向へ行くと、まあ、アメリカが今まで悪かったから、まあ、これ人間によって変わりますから、指導者によって、リーダーによって、まあ、今度はかなり財務長官は前の財務長官以上に実務的というか、まあ、経験が豊富だと、プロフェッショナルだということで期待されております。じゃあこれはオバマのいいチョイスだったね。チョイス、グッドチョイス。So the President Obama has chosen Jack Lew to be the new Minister of Finance, and Sosai Chodoin Daikaku tells us that it was a very good choice made by President Obama because he is a very experienced, more than 30 years of experience in dealing with such financial things, even from Clinton era. So he is a professional. This Mr. Jack Lew is professional, and is already going to cut down the costs which make the America's economy to go bad. For example, investment in wars, and so they are already planning to get the troops back of Afghanistan even faster than it was planned. So it is a very good choice for the United States, and probably their economy is going to go up. But Sosai Chodoin Daikaku worries that Japan's economy is not going to do well. Next, Hugo Chavez didn't succeed to join his inauguration on January 10th because of the
problems after the operation, the fourth cancer operation he had, and the complications. だからチャベスの手術が一応成功したと言ってるけど4回目ですから、はい。すぐに今大統領の職に戻れるわけではない。たまたま1月10日は大統領就任式セレモニーがあったんだけど、当然キューバから戻ってこれないと。そうすると法律で大統領が就任しないのに、大統領という職につけるのかどうかというのがベネズエラの最高裁判所が判決を下したわけですね。しかしこれは新しい大統領じゃない、前の大統領だ。そうですね。でましても2期目ですから前の前もそうだったんです。チャベスで来てるわけだから、前大統領である以上は、セレモニーが通過しなくてもパスしなくても、大統領に変わりないと、いうことで大統領として就任式以後も大統領として認めるという憲法裁判所の判決が下ったと、いうことで大統領は就任式と関係なく正当な大統領として大統領職につけるんだと。その体がキューバの病院にあっても構わないと、こういう判決が出たということです。And Mr. Chavez was already president of Venezuela before this January 10th, and even before that, so his term was extended already twice. So normally the court in Venezuela would not accept the new president to really become president unless he can take part in the ceremony of inauguration. But it was decided that in this case for Mr. Chavez, because he is already the president, so it's like an extension of his term, there will be no problem. So he is legally the new president of Venezuela, and we hope his health is going to be better soon. でもともとベネズエラの政治はチャベスがやってるけれども、すべてのコントロールはキューバがやってる。キューバ、はい。ね、キューバの秘密警察。あ、そうですね。この間。それがいわゆるDDI が、DDI が何千人の人間をベネズエラへ送り込んで固めてるわけですね。これはニカラグアのダニエル・オルテガも一緒です。ね、だからボリビアも一緒。みんなキューバが最初はグレナーダをやって、ニカラグアをやって、ベネズエラをやって、そしてボリビアをやってると。これ全部そういうその DDI がコントロールしてる中米諸国ですから。だからカストロとすれば、自分のもう手の内に全部抑えてるから、チャベスが病院におっても構わないんだと。今まで通りの政治はできると、副大統領で十分できるという自信が、コントロール自信がある。混乱は起こらないと。もうレールが引かれてシステムが出来上がってるから。で指導力は DDI の誰かがやってるから。And Sosai tells us that actually Venezuela is controlled by Cuba, the secret forces of Cuba, DDI, that we already mentioned last time, and those are remnants from KGB of Russia. So there are thousands of such DDI agents from Cuba in Venezuela. So even though Hugo Chavez is not there, the country's politics will be controlled by Cuba, and same thing happens to the other surrounding countries, Bolivia and Grenada, and so that's why it's really no big problem if Mr. Chavez is not in the office right now. And next stop is in England.
there is a new bank, RBS, who has been charged by Cameron for forging and まあ前回のUBS バークレーに続いて RBS も銀行と銀行のいわゆる金の動きの金利をごまかして、はい、それで報告を不正にしたということで罰金ペナルティを取られてるんだけど、今回3回目の罰金ですよね。で、まあ、従来このいわゆるは事件にならない今までもやってきてるんだけど、なぜこの時期だけやるかという、はい、やっぱりキャメロンのいわゆる強い正義正しいシステムを、はい、もう一回英国は取り戻そうと、これモラルハザードを防ごうと、はい、ね、だから BBC のチャーマンをバーン首切ったり、はい、ね、はい、このいわゆるそのチャーチのそうですね、同性愛をストップかけたり、はい、ね、それでこういうふうな銀行の不正も首切る、はい、罰金取る、一切もう英国においては不正は許さないと、犯罪クリミナルの犯罪は認めないぞと、非常にまあ厳しいねキャメロンのそのいわゆるモラルポリティックを高めているという僕は表れだと思う。そうですね。だから今民主主義というのはいわゆる腐敗堕落しやすいんですよ、これは。少々悪いことしても、すぐ捕まえて殺さないでしょ。これチャイナだとかロシアだとか、はい、ね、みんなすぐ刑務所へプリズン送っちゃうわけ、捕まえて、だから今ロシアでももうファイナンスミニスターが土地を売って、自分ちょっとお金取ったと、ガールフレンドにも土地を売らしたと、はい、2人とも逮捕したわけですね。ミニスターが逮捕されるわけです、そして首切られて罰金取られて刑務所に送られる。これがやっぱり英国だフランスだドイツだ皆このデモクラシー、はい、キャピタリズムの中ではですね、甘かったわけ今まで。甘かった。独裁国家は厳しいわけです。だから独裁国家は強いわけで今でも。デモクラシーとかキャピタリズムの国はもう弱ってきてるわけです。不正が多いから、政治家がお金を取るダーティーワークが多いわけです、はい、役人はまたリベートを取るわけです。だから国が赤字になるわけですよ、ね、国民は弱くなるわけです、だからのトレーニングが甘いから。それでキャメロンは気づいて、はい、強いイングランドを作ろうと、ね、もう一度強いユナイテッドキングダムを作ろうという気持ちの表れだと僕は思う。はい、いろんなところで BBC のチャーマンが飛ぶ。ね、これはそのいわゆるニュースキャスターとか司会者が400件もいたずらセクハラわいせつをやってるわけですよ。信じられないですね。それは堂々とまかり通ってスターなんだこの男は、こういう犯罪者が、はい、もうこれでキャメロンももうこれはダメだと、この国はダメだと思ったんだろうな、こんなものがスターだと、はい、今の日本のテレビと一緒だよこれは、そうですね、犯罪者ばっかりだあればっかりですね、はい。So Cameron of England is going hard on all the problems that England has. So we've already spoken about the Canterbury Church, how Cameron gave this law to avoid gay people work in the church. Then he cut down on situations like BBC, where Saville was, as we know, molesting young children and women, more than 400 people. So Cameron
fired the top of BBC, even though, well, Saville now is already dead, but such things should not again happen. Such low morals should be completely kept under control. And next step, we know that the two banks, Barclay and UBS, have already been punished, and now this RBS bank has to pay for their pulling the money behind the scenes. And Cameron is a very strong prime minister, so Saichodo Daikaku tells us that he is going to bring England on the good path. Those countries like in Europe were a little loose, but England is going to be very serious, and the country should be strong based on Cameron's very strict laws. A country like Russia, who has a leader, we could call him Putin, someone like Putin, is of course very strong because he would punish immediately, and such people doing wrong will be immediately sent to prison. And so now England's Cameron is probably doing the same thing. We're going into commercial and see you after the break. はい、ヌーパルガールの成田優子です。今回は健康食品スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。健康食品スーパー乳酸 CPL は1982年東海大学医学部においてがんが消滅している現象から発見された物質で、世界で初めて合成に成功した健康食品です。 CPL は天然の原料、主に砂糖大根を発酵させた乳酸を原料に製造メーカーシュメイドンさんが開発した製法で安全な健康食品です。粉末をお茶やヨーグルトに混ぜてお取りください。ご購入希望の方はヌーパル .jp のホームページからアクセスしてください。お待ちしています。 Next, in France, 3 Kurds have been killed by the Turkish secret police. この間クルド人が暗殺されたと3名、パリで。この問題はまあ今までもクルド人が殺されたいうのはあるだろうけれども、今回はこの殺したのが、ターキートルコの秘密警察によって殺されたということで、クルド民族対トルコの問題が今度はフランスのパリという場でたくさんのクルド人がパリに住んでる、そうです。この人たちが集まって、トルコ大使館に抗議する、トルコ大使館をアタックするという形で今そのデモが行われている、でトルコが今 EU ですから、それとトルコは今 EU でもあるがロシアにも目が向いてるわけです。そうですね。でロシアはトルコに対する一つのプレッシャーをかけたい面もあって、クルド人に対するいわゆるデプロマティックサポートをしようとしているわけです、ロシアが。だからロシアとクルド人がパリで殺されたのはトルコが悪いと、トルコに対するプレッシャーをかける意味で、KDB がデモの先導をやってる可能性があるということがこう見れるわけですね、このデモは。非常に大きなデモをやってるから、クルド人が、誰がお金出したかと、デモには誰かスポンサーがおるから、必ずデモには誰がスポンサーかと見ないから、トルコがスポンサーするわけやない。そうですね。オランダがスポンサーになるわけやない。なるわけないね。だから誰がスポンサーかと KDB だろう。And so 3 Kurds were killed in France, and we know that they were killed by the secret police of Turkey. And masses of Kurds who live in Paris are having demonstrations against the Turkish embassy.
So Sosai tells us that such demonstrations have a sponsor, are organized by somebody. Of course, it is not François Hollande who would organize such demonstrations, and it's not Turkey who would organize them. So it must be the KGB who are organizing them. And Turkey is part of the UN, but also Russia is giving them advice, and so Turkey is in between getting back to Russia or sticking with the UN support. So it is very probable, tells us Sosai Chodin Daikaku, that this demonstration was sponsored by KGB. Next, still about France, in Mali, there was the ちょうどカタフィが倒れたと、はい、リビアで。これは1年半前になるんです。そのカタフィのいわゆるお金で、カタフィがお金を払って雇った、イスラム過激派のいわゆるアルカイダの一部が、はい、マリの北部を今度は自分たちがカタフィの死んだ後、武力制圧、武力でコントロールして、どんどん南を降りていって、マリの首都を今度は取りに行った。そうすると、マリっていうのはもともとフランスの国ですから、フランスとしてはこれ、全部イスラムのアルカイダに、ね、全部マリを取られてしまうと、宗主国、元の親の国としては立場がないというのが一つ理由にあります。なぜフランス空軍が爆撃するか、なぜフランスのアーミーが2500人マリへ入るか、だから完全なるミリタリーアクションで、これから内部戦争が始まるわけです。これやると、単なるテロリストが一部北部をおるいうだけだし、もうこれは戦うわけですよ。そこにも完全なる外国のミリタリーが入り込むわけですから、今のシリアと同じようになるわけです。そうですね。シリアと逆だけどもね、これはアサドを倒すために外国勢力がシリアに入ったと、今度はそのテロリストを倒すために外国フランスがマリに入ったと、逆になるけれども、いわゆるこれは外国の軍隊が入ったと、そうすると必ずアルカイダのいわゆるそのテロリストグループが誰かに頼むわけです。誰に頼むかと、応援を。リビアのカタフィも本来ならばロシアが応援しなきゃいけない、カタフィを、今回あの時しなかった。そのロシアは後悔している。だから今回マリについては必ずそのテロリストグループのいわゆるサポートをロシアの KDB がやるであろうと私は見るわけ。これはクルドの事情もこの辺もよく似てる、ちょっと背景が。So, Sosai Chodin Daikaku tells us that those Al-Qaeda that are now intruding more and more in Mali are part of this army that Gaddafi used to have, and Russia might be regretting very much the things that happened in Libya and how Gaddafi fell. So they are probably behind the scenes helping those Al-Qaeda in Mali, and in France used to have Mali as their colony, so it's like a part of France. That's why they do not want to have those Islamists take lead in this country that used to belong to France. So it is on one hand normal for the French to send troops and protect it.
But who is the sponsor of those Al Qaeda? If we think it could be the KGB, that's what Sosai Chodo Daikaku tells us. だからこの問題はだからそのマリのイスラム過激派、まあ、アルカイダと、パキスタンのシー派とスニー派のテロ、クルドといわゆるターキーのトラブル、これ全部似てるんですよね、みんな背景が、バックグラウンドが、それが国際紛争の裏にあると。でシリアも逆バージョンで、いわゆる EU プラスイスラエルがロシアを攻めてる、アサドを攻めてるという感じになるわけです。必ずこれは EU イスラエル対ロシアの戦い、マリはロシアアルカイダフランスと戦い、クルドはロシアクルド EU ターキーの戦いと、ね、だからシーア派ロシア、シーア派イラン、対アメリカの戦い、スニー派の戦い、これみんな裏があるわけ、バックが。すごいですね。So Sosai tells us that all these four movements are very similar. Sunni sponsored by United States and Shia sponsored by Russia. So it is like a battle of those two great powers, a battle behind the scenes. In the Kurds, we just spoke about the Kurds and the Turks. So this would be a problem. Then in Pakistan again, Shia killed 90 Sunni. This movement is also sponsored by such greater powers, and same thing in Mali. Everything behind the scenes is a fight, a deeper fight in between Russia and United States and their secret military complex. Next, the Somalia boss, the king of all pirates in Somalia, retired. まあこれはソマリアの海賊のいわゆるリーダーがボスが、もう私は海賊辞めると宣言したわけですよね、先週辞めると。なぜ辞めるかと言ったら、ものすごいもう財産お金ができたと、それでもうこれ以上やる必要がないと、ね、この金でソマリアの政治家になると、海賊が夢は大統領になって国をきれいに治めたいと。すごいですね。まあ立派な志だと思うな、海賊やってな、海賊で儲けて非常に、立派な海賊だと思いますよ。現在の海賊のキングですよ。でもキングオブパイレット。キングオブパイレット。警察に刑務所にいられない、そんなに海賊をやってもなんか内緒でそういうじゃない。海賊をやって捕まってる人もおるわけだけども、リーダーは捕まらないでしょ。捕まらない。やった現行犯が捕まるわけだって。ね。だから今まで捕まるのは100回やって1人か2人捕まるわけで、99人は捕まらないから、それ金みんな儲かるわけです。すごい、ね、誰がやったかわからない状態だって。すごいですね。最近はやりにくくはなってるわけ。いわゆるネイビーがみんな来てるから、見張りに、海賊を見つけたらネイビーがアタックするから。だんだんやりにくくなってきたからやめる中途半端だろう。そう考えたら、まあ泥棒のキングですよね。ですから泥棒のキングだったらもう必ず捕まえちゃう。そんなに政治家になるわけないよね。まあしかしこいつはもう捕まるその国の全部抑えてんじゃねえかな、裏で金を持ってるから。そうか。So, マフィアだな。いやマフィアですよね。
Mohammed Hassan, the boss of the pirates of Somalia, decided to step down because the reason for this is that he has earned so much money that he doesn't need to do piracy anymore. And instead, he would like to become a politician in Somalia, to eventually to become the president of Somalia and to take care of this country. So Sosai Chodo in Daikaku tells us that it's he's a good pirate, this king of pirates. He's a good one, that he wants to take care of his country. And he probably would, in other countries, he would be put in jail, but he probably controls the country behind scenes, having so much money. And last up for today, in Czechoslovakia, there are elections. チェコの大統領選挙で、3人が今立候補したというんだけれども、その前に日本人の、はい、チェコに住んでる人が立候補して5万人の署名が必要なんです。推薦人が、はい、5万人の国民の有権者の推薦が、レコメンドが。ところが日本人は5万人作ったんだけども、オールガバメントが5万人のうち1万5千が資格なしと無効だと削っちゃったわけ、ね、だから日本人が降りて今3人でやるわけで、この3人とも大きなリーダーにはなれないような人が今立候補しているわけ、ね、日本人はもう降ろされた。日本人は何をしてた？日本人も立候補したわけ。大統領選にキャンディゲートしたわけ。チェコでプラハで住んでるわけ。すごい、ね、ところが5万人の署名を取ったんだけども、はい、3万5千人しか認めないと、1万5千人は無効だと、はい、こう言われちゃったんでガバメントから、はい、だから日本人は諦めて出なくなったわけ。残ってる3人が今立候補で次争うわけ、選挙で、はい、おそらくチェコは、やはり KDB が次の大統領を決めるだろうと。ね、そうですか、チェコの大統領は皆もうチェコもスロバキアも、いわゆるそのポーランドもハンガリーもルーマニアもブルガリアも、全部ゴルバチョフによって独立になっちゃったわけ、はい、その時にロシアは負けたわけです。 CIA がみんなデモで やらせたわけだ、民主化デモ、デモクラシー、はい、デモクラシー、これ専門のデモコンサルタントがおるわけ、ね、これが全部その国に行って、はい、お金をばらまいてデモをわ作ってデモクラシーでポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、ね、全部独立させたわけ、はい、この民主化にしたのはみんな CIA なんです、はい、だから今次の大統領選挙でみんなこれ元のソ連に今のロシアに戻ってるわけだから、このチェコの大統領もロシア系の大統領になると、ウクライナと同じようになるだろうと。ウクライナの大統領もプーチンの子分だから、プーチン大統領のお前行けと言ったやつに大統領、グルジアもプーチンの言う通りになった。すごい、ね、全部もう昔のソ連が全部ロシアに戻ってくる、この大統領選挙もそうだろうとは思います、はい、だから日本人は降ろされた。すごい。でもその日本人は国籍持ってる？国籍持ってる？移ったんだ。それでお金持ちとかちょっとビジネスやって儲けたんです。すごいですね。For the elections in Czechia, there was one Japanese who aimed to who was candidate to become the new president of Czechia, but he didn't succeed. He managed to have 50,000 followers,
but they were not accepted, so only 35,000 were accepted, and that was not enough. And now there are 3 other candidates who are going to fight for the leadership. But Seoul Saichodo Daikaku tells us that it is for sure the KGB who is going to decide who will become the next leader of Czechia. And same thing is definitely happening in Bulgaria, Hungary, Romania, Poland, those countries that used to belong to the communist empire and are now little by little got back thanks to Putin. So it's going to be controlled and join forces in what was the great Soviet communist empire. We thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。See you next week.